皆さん、こんにちは。ナビゲーターの小島えりです。皆さんはですね、過去世記憶とか、それから臨死体験とか、生まれ変わりとか、そういう言葉を聞いて、どんな風に感じるんでしょうね。見えない世界を皆さんは信じるんでしょうか。はい、そんな話は全く信じられません。という方もいらっしゃると思います。でも、そういう方にぜひ見ていただきたいというふうに思っています。なぜならですね、皆さんに、前世から今世、今世から来世へのこの旅をしていただきたいというふうに思ってるんですね。で、束の間のもうトリップなんですけれども、確かな充実感を味わえる、そんな時間になると思います。よろしくお願いします。さて、前世から今世、そして来世への旅、今から始まります。ということで、皆さんをそちらの世界へ誘ってくださる最強のお二人をここでご紹介したいと思います。過去世記憶生まれ変わり研究で日本の第一人者です。アメリカバージニア大学医学部客員教授で中部大学大学院教授の大門正幸先生です。神様との約束っていう自主映画、皆さんご存知でしょうか？知ってる人は知ってる、知らない人は知らないっていう感じなんですけれども、結構前からやっていて、全国で、本当にこの、映画を皆さんに見ていただきたいという方が、個人で立ち上げられて、皆さんに見ていただくっていう映画があるんですね。で、これ、体内記憶の池川明先生って有名な先生がいらっしゃいますが、この池川明先生と一緒に先生もこの映画に登場していらっしゃいます。これまでも様々な、ご本もお書きなんですけれども、アメリカ・バージニア大学で過去性記憶保持者のデータベース2000例超を分析しているという、はい、節さんありがとうございます。はい、この本も、最近、刊行されました。はい、ありがとうございます。過去にはこういう本も書いてらっしゃいます。はい。なぜこういう形なのかというと、私がいっぱいここに付箋を貼ってるからなんですね。そしありがとうてもう一方ご紹介したいです。生まれつき霊能力を授かって、前世、今世と人々を癒しているニューヨークのサイキック、セツさんです。世界に各国の超有名人を顧客に持って、私を含む一般の方々からの信頼度は本当にお墨付きで、いらっしゃる節さんです。生まれながらに特殊な能力を持っていて、で、見えないものを見る力があって、で、天からのメッセージを伝えたりとか、さまよう霊を天に上げるお役目があるという、そして天にいらっしゃる魂も降臨させる力がある。これ、サイキックと言われている人はもう本当に世の中にたくさんいらっしゃると思うんですが、なかなかそこまでできる、力を持つ人って珍しいんではないかなと思います。そんなセスさんなんですが、2011年会社、ワンネス・イン・ラブ・インクという会社を立ち上げられて、2020年に22%、見えるかな？ 22% に決められた真実、Because I Wanted to が共著で出版されています。はい、セスさんありがとうございます。これはスピリチュアルと、先生術のコラボのような本になっているんですけれどもね。もうここで皆さんのワクワクが止まらない。私が一番ワクワクしてるんじゃないかなと思いますが、この先生の学術的なアプローチと、節さんの生まれ持った能力を掛け合わせると、どうなるのかっていうことを、私は昔から、やっぱりお二人対談みたいなことはずっと考えていて、今回それが実現した形になります。よろしくお願いします。で、そんなピンときた私なんですけれども、番組のナビゲーターでフリーアナウンサーをしております。私はもともとラジオ局のアナウンサーなんですけれども、ニューヨークに移住をして、それでアメリカの大学に入り直して卒業してニューヨークで働いていたんですね。で、その時にセツさんにお会いしてますので、15、6年前からという形になりますね。的確なリーディングをセツさんされるので、この人はこう思ってますよって言うんですよ。
私全然そんな風に考えてない人ですよ。で、とかって、そんな風に思ってるんですかみたいな感じで、ちょっとびっくりすることをズバッと言われるんですね。で、そんな話がこれから続々出てくるかもしれません。そして私と節さんの接点っていうか、私がこれだけは言いたいというのは、命の恩人であるっていうことを最後に付け加えたいと思います。ありがとうございます。それから大門先生との接点なんですが、私が帰国をして、先生と同じ中部大学で仕事を始めて、で、何年かして学会の仕事があったんですね。学会の司会の仕事をしてほしいって言われていて、で、その司会をしたところから先生といろいろとプライベートでお話をするようになったっていうのが先生との接点です。さて、前置きはこれぐらいにしましてですね、早速皆さんをワクワクの旅へご招待したいと思いますが、今やですね、個人個人がもうクリック一つで世界を見渡せる、そんな、ね、文明の進化が、で、今私たちが住んでいるところなんですが、今日このお二人も実はワールドワイドでご活躍をされていらっしゃるお二人です。だからというわけじゃないんですけれども、字幕が英語とスペイン語で出てくる、この2カ国語で出てくる字幕の動画を見られたことありますか、皆さん。私は多分初めてだと思うんですけれども、まあ、この英語とスペイン語を網羅しておけば、大体の人々がよく分かってくださるっていう感じでね、ワールドワイドで日米をつないでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。それではここで、お二人に一言ずつご挨拶をお願いしたい。さっきからもう、わーっと、本出してくれたりとか、わーっとなんか反応してくださったりとかありますけれども、お声を聞いていただきたいと思いますので、ご挨拶お願いします。大門先生からお願いします。はい、こんにちは、大門正幸です。過去性記憶であるとか、臨死体験であるとか、肉体を持たない状態の意識の世界の話を研究しております。今日は本当にね、素晴らしいサイキックの節さんとお話しすることができまして、とてもとても楽しみにしております。本当に小島えりさん、ね、貴重なご縁をつないでくださってありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、節さんお願いできますか？はい、緊張しています。節と申します。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。よろしくお願いします。先生、エリさん、よろしくお願いします。先ほどエリさんがおっしゃってくださった通り、生まれてからこんななので、私はどこかで誰かについたりとか、修行をしたりとかを全くしていなく、過去世でも何度もこういう役を、担って、それが体にそのまま残っているような感じで、命を受けて、今、ここで、それを思い切って受け入れたからこそ、先生と、それからエリさんと出会って、こうして画面を通して皆さんにお会いできるという奇跡を体験させていただいて、私は天と自分の役割に真摯に向かって感謝をして、皆さんと心を開いて、どこにいても、世界中のどこにいてもつながっているっていうことを、私は皆さんに思い出していただくためにここにいます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。もうお顔とお声でどんなお二人なのかっていうのが今ね、皆さんに伝わったのではないかなと思いますのでね、これから始めていきたいと思います。まずですね、大門先生は、今日この動画を始めるにあたって、この22%に秘められた真実、をお読みになって、すぐにですね、嵐のような質問が来たわけなんですね。そういう観点で、こういう質問が来るのかって思いましたけれども、多分、これをご覧になっている皆さんも、節さんって誰みたいな、どういう人みたいな感じだと思うんですね。ですので、少しでも節さんのことについて、皆さんには、知ってもらう意味で、私の方からちょっといろいろ質問したいと思いますし、これは先生もそれについて素直にご反応いただきたいですし、それから先生も質問、者として、加わっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。あの、
エリさんはご存知ですが、私が私の顔と声で話すので、私の意見を言っているように聞こえますが、ほぼ、つながる、ソースは、私を誰か、天の存在が、もしくはどこかの惑星の誰かが私を使って、お話をするのではありません。私は天、大宇宙、それから天使たちって本当なんですけど、天使たち、皆さんを、どなたかを守ってくださっている、守護の方たちや、まあ、そういうソースから、三次元ではないところから、まあ、三次元でも地球や、それから植物たちや、風や月や星からも、花からも木からもいただく場合はそうなりますが、そこの方々が私にメッセージを送ってくださる。もしくは、私はビジョンを見るサイキックなので、私の目の前にいきなり映画のようにビジョンが始まるので、それを見ながら、どういうことで見させていただいているのかを皆さんにお伝えしながらという回答になります。わからないことがたくさんあるかもしれないですけど、わからないときにはわからないと申し上げますので、よろしくお願いします。そうなんですよね。はいはい、先生。今は節さんが話してらっしゃいます？はい、そうです。節です。なんかね、どこで切り替わったのかなとかね、そういうのが分かるとありがたいなという。ですね、えなんか変わらないんですよ。私のクライアントさん方には、なんかご存知の方、もしくは私の家族とか知ってるんですけど、私小さい時から自覚があることがあって、それは、こう、メッセージとか、最初にエリさんがおっしゃった見えないものが見えるというような話なんですけど、私皆さんに申し上げてるんですけどね、あの、皆さん第六感というのがあるので、もしくは皆さん第三の目といって、ここで日本人とかよく知ってますけどね、海外でもサードアイといって、皆さん広く知られている、ここにポイントがあります。まあ、エネルギーポイントなんですけどね。第六感というのがある限り、赤ちゃんでも動物たちでも、おじいちゃんおばあちゃんでも本当にもう全員100人中100人第六感というのがありまして、そこで、見えない世界と言われているのは地球だから言われているだけであって、本当は見えてもおかしくない世界をたまたま見たり、つまり幽霊を見たり、エネルギーを感じたり、何かを感がしたりとか、何か直感という形で、直感というのは、皆さんご自身が今世で生きて体験して学んだところから来る知恵というか知識というか、そこの直感と、守ってくださっている存在の方々がメッセージを送ってくれて直感という場合と、それから天や大宇宙やもっと大きなものがワンって降りてくる場合があるんですけど、それは稀だとは思っていいと思うんですけど、たまにそれが小さい子でも、どんな方にでも起こっておかしくないんですね。ただ、サイキックとして役割として生まれたということで、サイキックなだけであって、そしてまあ、第三の目にしろ、どこにしろ、もう開ききってるのが、私、ハートもめちゃくちゃ開いているので、そういう意味では役割としているだけで、皆さんも、幽霊を見たり自分の直感すごい当たるんだよねっておっしゃる方も、たくさんいらっしゃって当然なんです。ですので、ただ、そういう方たちが全員サイキックかというと、そういうことではないというだけなんです。役割の違いだけなんですね。見えるものが偉いということではありません。そのお仕事として、お伝えする役があるかどうかの違いだけです。はい。でもね、大門先生のその質問は、本当に、私もカウンセリングを受けてるときに、今、セツさんが言ったことは分かってるはずなのに、やっぱり目の前にいるので、セツさんから受けてる。今、天が言ってん、天がそんなこと言ってんですかって言って、天がって時々セツさんが天がって言うから、そうか、天が言ってんのかって、その時初めて、こう自分で認識するっていうのかな。そんな感じを受けることがあります。はい。言い忘れました。そうでした。先生の質問にダイレクトにお答えすると、その小さい時から自覚があることの一つが、メッセージを受けてる時とかっていうのは、やっぱりつながっているので、何かのソースと。その時に、
小さい頃から感じているのは、分かっているのが、私の肉体の中に、私たちは全員魂の存在で、魂が体の中に入っているような感じを想像していただけたら一番だと思うんですけど、私の魂の左半分が上の方に上がって、天とか大宇宙とか、そういうソースとつながるんですよ。で、右半分に、体の中に、私の魂の右半分が残っている感じなんです。ですので、喋っているし、笑っているし、そうですね、たまに暑いとか寒いとか分かったりとかしますけど、ほぼ意識はあっちに行っていて、よくセッションの時とかにクライアントさんたちに冗談を言うんですけど、つながる相手によって私の顔とか声とか、わしはとかって言ったら分かりやすいんですけど、変わらないので、私の意見を言ってるように聞こえますが、その時々、つまり私の意見なんて、本当に私はどういう人間か分かっていますので、偉そうに皆さんにアドバイスするような人間ではないですから、私を使ってくださっている、もしくは皆さんの、守り、もしくは知るべき、ことを教えてくださるソース、大宇宙天が、つながって私に話をさせてくれる。それだけなんです。で、バランスが悪くなるというか、ずっとつながっていくと、体の感覚がなくなり、おかしくなったりはしますが、こうやってやってるうちにおかしくなることはないので安心してください。だから余計なとこまで。つながってる方が名乗ってくださると一番ありがたいんですよね。ちなみに今そうなんです。私はペンだがとかね、今私は誰それだはい。がとかね。だから我はい。々としては、お顔うん、の様子とか、話し方であるとか、そういうことで、もしかしたらって判断するしか、とりあえずのところはない感じですかね。そうですね。先ほども申し上げたんですけど、どなたか亡くなった方とか、大天使何々様とか、私、リーディングや過去性も全部なんですけど、特に過去性とかですけど、時間と名前、個人の名前とかっていうのに全然つながらないんですね。国は分かったりすることが多いですけれども、時間と、なぜなら時間というのは存在しないもので、この瞬間っていう瞬間がドーンってあるだけなので、この瞬間に、現在、未来、過去、過去、現在、未来と横につながりますが、本当は瞬間、ドンっていう瞬間しかなくて、そこに、未来と過去がこう縦線でつながっているようなところなので、時間っていうのに何年ぐらいでしたとか、1700何年ぐらいですとか、そういうの全然わからないと、お名前がわからないんですよね。すみません。はい。なので、わかる場合もあります。わかる場合もありますが、個人的な名前みたいなのはわからないので、そこだけご了承ください。わかりました。ありがとうございます。はい。僕は研究所、あるいは僕を含めて、研究者としては、できるだけもうなんか、ね、多分、節さんのリーディングを受けてたら、それが嘘か本当かとかそういうんじゃなくて、もう体感として本当だし、自分の人生をね、当てはめたときに、もうビシビシと、エリさんがね、経験されてるように、なんかそれを証明するとか、そんなことは、不要というかね、ある意味でアホらしいというか、そういう感じだと思うんですけれども、第三者的にそういうことがあるんだぞということを示すためには、事実と、例えばね、過去性記憶を持っている子供がいます。で、子供がそんなことを語っています。で、それが単なる子供の想像の産物なのか、それとももうちょっと本当に真実とね、接点があるのかっていうことを確認して、本当に過去性、子供が語っている過去性の人物がいれば、ああ、単なる想像じゃないなっていうふうに判断するし、判断基準がそこのね、現実との接点しかないもんですから、ある意味ではい。は、ないものねだりというかね、でも少しでも接点的なものが見出せたら、こういうね、今やってらっしゃるようなこと、そしてそれとっても大事なことだと思うんですけれども、多くの方になんていうかな、認知していただけるというかね、はい、そういうふうにも思いますので、
また、ね。すいません、あ、そんな観点から時々質問しちゃうかもしれませんが、どうぞ。あります。先生のご本も読ませていただいて、そういうことが立証されると、すごい説得力あるじゃないですか。なので、私も本当にそういう、後から立証できるようなことが出てきたらいいのになってすごく思うし、先生がおっしゃってることはもう100%理解できるんですけどね。私の場合、ちゃんとお話をできる、そういうことをお伝えできるサイキックの方が多分たくさんいらっしゃるはずなんですけど、私は場所と、例えば着ている、お洋服とか履いている靴とか、建物とか、髪型とか、そういうのははっきり見えるので、クライさんの中では、そういうのをお伝えした後にご自分で調べる。節さん、本当にこういう時代、こういう、服装を着ている部族がいたわよって言って、私もびっくりするっていうことが多々あったので、もう本当にすみません。実証例にはならないんですけどね。先生の、本当に申し訳ない。お役に立てなくて。はい。あ節さんがご覧になっている、あるいは情報を得ていらっしゃる、そのやり方についてお聞きしたいんですけれども、えーなんていうのかな、話し相手として、例えば今、私のリーディングをしてくださってるとしますよね。で、私のはい。後ろに誰かいるというふうに、まあ、認識されたとして、その方とお話をするっていうことは可能なのかどうなのか、それとも入ってくる情報だけが入ってきて、そして、なんていうのかな、コミュニケーションっていうのは難しいのかなということ。っていうのは、コミュニケーションが可能だったらば、あなたの名前を教えてとか、あなたどこに住んでるのとかいうふうに聞いて、なんか喋ってくれるような気もするんですけども、そういう形のコミュニケーションではないってことなんでしょうかね。そうなんです。コミュニケーションは取れるんです。で、はい。私がつながるソースは、私が天とか上という、言葉で、ひとまとめにさせていただいているのが、天、大、まあ、天、ですね、まあ、宗教は関係ない神。えーっと、守護霊の方々、ご先祖の方々、天使たち、そういう、まあ、人間で、まあ、ご先祖の方たちはそうですけれども、まあ、守護霊の方々とかも含め、三次元ではないところにいらっしゃる方々ですね。もしくはそこの存在だったりとか、エネルギー体だったりを天、上と言います。で、もしも生きてらっしゃる方や亡くなってらっしゃる方が出てこられた場合は、そういう方がここにいらっしゃってって、こういう髪型でこういう感じでっていうふうに、お伝えします。もしくは、前世で守ってくださっている方々も、出てきてくださったり、守りとしてついてらっしゃる場合は、その方が後ろに現れるので、でも、私は多分、私としては自覚はないんですけど、私の魂は今世でサイキックとして言った場合に、名前を聞くとか、私トライしたこともあるんですけど、なんか、名前を聞くということが多分何も入ってないんですよね。DNA 的に、サイキックの DNA として。なので、聞こうとも思わないし、なんか、私、ちょっと苦手な分野が少しずつあって、サイキックとしても。で、そこは、なぜ私がそこを、しなくてもいいようになっているのかは理解はしてないんですけど、そこは私の分野ではないんだなっていうところが分かるところがあって、で、名前を聞こうとしたこともないんですよね。なるほど。ただ、私は天使ということを、以前、全然興味もなかったですし、ある意味西洋の絵の、絵画のところに、宗教画とかに出てくる天使、テンパーでね、クリクリの髪の毛で、羽がこうあってっていう金髪の髪でっていう、ああいうもう絵画の中の存在と思っていたんですけれども、ある時天使っていうことが何か来たんです、瞑想している時に。で、もしも、で、私そういう時、先生とは全然違ってですね、全く調べ物をしないんですね。わざとなのか、わざとっていうか、わざとのつもりもないんですけど、前もって、まあ、サイキックのこともそうだし、全然調べないんです。Google とか YouTube とか。全く調べないんですけど、
そういえばじゃあ聞いてみようかしらと思って、もしも天使さんという方々が本当にいらっしゃって、もしも私についてくださっている天使さんがいらっしゃるならば、どうぞ教えていただけますかって。で、その時も名前を教えてくださいとは言わなかったんですね。で、いらっしゃるならば教えてくださいって言って、目をつぶって、瞑想しながらお願いをしたら、すぐ、ものすごい天井を突き破るような大きなエネルギーが現れたんですよ。もうエネルギーなので圧でわかるんですね。こう、ね、人がちょっと触ってなくても近寄るとわかる、ってわかるじゃないですか。そういう感じで、本当に見たこともない、感じたこともない大きなエネルギーが現れて、で、ってもうびっくりしちゃって目を開けたんですね、私。目を開けて、ともかく大きい素晴らしいエネルギーで、私すごいびっくりしてしまって、家にはその時誰もいないし、小さい自分のオフィスにいたので、ニューヨークの本当にちっちゃいアパートのちっちゃいオフィスにいたので、全然もうどうしようみたいな感じなんですけど、その時だけ初めて、もしもお名前を教えていただけるならば教えていただけますかって言ったら、ゲブリエルって言ったんですね。で、はい。で、もう、絶対ゲブリエルって言ったよなって思って、わかりました、ありがとうございますって言って、後から終わってから、その時に初めて Google で、ゲブリエルって打ったんですけど、綴りはどうだっけみたいな感じで、やったら Google って綴り直してくれるじゃないですか。これね、これって言ってピックしたら、大体、アーキエンジェル・ガブリエルっていうのが出てきたんですよね。で、アーキエンジェルっていうのが何なのかも私は全然知らないし、つまりは日本語で言うと大天使に当たるわけですけど、天使大天使って何っていうぐらい全く何も知らないし、天使たちの大天使の名前も全く知らない時なので、私はピーター・ガブリエル、イギリスのシンガーのピーター・ガブリエルしか知らなくて、で、もちろんピーター・ガブリエルもGoogle にいっぱい出てきたんですけど、そしたらそこで大天使ガブリエルっていうのが後から、最初は英語ですけど、そこから出てきたので、本当なんだと思って、で、ガブリエルさんは皆さんここでも、先生方もご存知の方たくさんいらっしゃる通り、メッセンジャーなんですね。で、私はメッセージをお渡しする役なので、だからガブリエルさんがついていらっしゃるのかなってすごくスタンと思ったんですね。で、なんだかちょっともうありがたすぎて、次の日もまた瞑想して、ガブリエルさんありがとうございましたって言ったら、スーって現れて、で、もしも他についていらっしゃる、私についてくださっている天使様がいらっしゃったら教えてくださいって言ったら、後ろにワンって立ったんですよね。で、後ろだったか左だったか、どっちが先か、ガブリエルさんが左だったのか、ガブリエルさんは後ろで、ラフィエルさん、次の店員さんが左に現れたのかもちょっとその辺曖昧なんですけどね。昔はちゃんと覚えてたんですけど。で、ガブリエルさんがいてくださって、またもう一つ、また大きな大きな、本当に大きな柱が立つような大きなエネルギーを、もう本当に平和で美しくて、なんとも言えない温かい強いエネルギーがあって、他にもいらっしゃると思って、ね、お名前を教えていただけますかって言ったら、ラフェルっておっしゃったんです。で、私はそれ以上の質問をしなかったので、ともかくお二人いらっしゃるのはもう確実に感じるのし、わかるのし、目で見てもわかるので、もちろん羽とかは生えてないですけど、ありがとうございましたと言って、また即座にGoogleして、ラフェールって入れたら、アーキエンジェル・ラフェールっていうのがやはり出てきて、私は名前を全く、そのガブリエルさんを調べた時も、私はわざと他の天使とか大天使とか絶対調べないんです。絶対調べない、全く知識がない状況で、つながりたいので、で、知らない状況で今度は、ラフェエルさんという名前も私は知らなかったのに、ラフェエルさんっておっしゃったんですよ。で、調べたら、また大天使さんのラフェエルさんと。で、私はある意味、
ヒーラーというかヒーリングもさせていただいたりしているので、それでラフェルさんがいつも助けてくださっているんだということで、その時だけ私は自分のこともリーディングを普段はしないんですね。全くしないんですけど、興味がなくて聞こうというところまでいかないだけなんですが、その時だけ名前を聞いて、正しく名前を教えてくださって、本当にその方たちが存在して、それは大天使であり、天使って本当にいらっしゃるんだっていうことを、その日から私は受け入れざるを得なくなったっていうことはあります。